石破首相を辞めろと言っている人結構多いんですけど、石破首相を辞めろと言ってる人に、じゃあ誰が首相になるべきなのかっていうのを言ってる人、僕あんま見たことないんですよ。石破辞めろって多分ね、検索するといっぱい書いてる人いると思うんですけど、代わりに誰がなるべきなのっていうのを結局考えてなくて、文句を言っているだけの人って無意味なんですよ。文句を言ってる人って文句を言ってすっきりしてそこで終わっちゃってるんですよ。でも本当に石破辞めろ、石破辞めさせたいと思うのであれば、自民党公明党以外に投票しなければならないんですよ。投票しないということは投票行動は変わらないので、自民党公明党が過半数のままです。なので主犯指名で勝った自民党の総裁である石破さんが石破首相になります。石破首相を下ろしたいのであれば、自民党公明党以外の政党を与党にするしかないんですよ。石破首相が嫌なので国民民主党に投票しますとか、石破首相が嫌なので山本太郎さんに投票しますとか、石破首相が嫌なので福島みずほに投票しますっていう、石破を下ろしたいのであればそれは与党に投票すべきであるというのをセットにしなきゃいけないんですよ。文句を言うだけでなんとかなるだろうと考える人っていうのは、実は自民党と公明党にとってプラスなんですよ。文句言おうぜ文句言おうぜって言って、石破クソだ、石破クズだ、石破やめろって言ってるだけで投票行動が変わらない人たちっていうのは自民党にとってはプラスなんですよ。前にその朝日新聞が間違ってるっていうのを僕ツイッターに書いたんですけど、白票と無効票と投票に行かないは与党に対する投票と一緒です。与党が 51% 取りました。野党が 49% 取りました。俺白票、俺無効票、俺選挙行ってない。この人たちは 51% 分を与党に投票して 49% 分を野党に投票したのと同じ行為なんです。何かしらの文句があるのであれば、それは投票行動の変化という形にしなければならない。ただ文句を言ってるだけとか、ただツイッターで書くだけというのは与党を応援している行為と一緒ですよ。当選者というのは必ず出るんですよ。石破首相は自民党を負けさせるためにあえて評価を下げるような振る舞いをしているのではないかという話があるんですが、確かにそれありえなくもないと感じました。ひろゆきさん的にはその可能性は何%ぐらいあると感じましたか？いや、僕ね、結構ね、20% いくかもしれない。15% ぐらいあるんじゃないかなって気がしてますね。石破さんってキリスト教徒なんで、現世利益の人ではないと思うんですよね。そう考えると、自民党という構造である程度なんか権力者的な人というのがいて、でその人たちのコントロールのもと総理大臣、自民党の総裁というのが決められていると。自民党の総裁になったとしても、実は自民党内のコントロールはできなくて、結果として自民党の中でいくら総理大臣が頑張ろうとしてもうまくいかない構造があるのではないかっていう話が朝方まで生テレビでされてたと思うんですけど、吉村さんが言ってたんですけど、っていうのを考えると自民党の構造を変えなければいけないよねというふうに考えた時に、彼がやるべきことは自民党が過半数ではなくなるなんですよね。日本を良くするというので老解した権力者的な人たちがコントロールしている結果が今の少子化だったりとか、デジタル全然進んでないよねとかだったりっていうので、ある種経済悪いよねっていう状態で、でもこれで自民党がずっと票を取り続けると、その自民党の権力者の人たちっていうのはずっと権力を持ち続けるんですよ。ってなると多分日本にとってはこの権力構造を変えた方がいいよね。でも表だってこいつらが悪いんだっていうと多分潰されて終わってしまうので、一生懸命頑張ってす、一生懸命頑張ってす、あなた方のためにずっと頑張ってるんですって言ってずっと自民党がじわじわ落ちていくってなると、権力者も石破さんを追及はできないですよ。石破さんってもともと派遣やめるとか同一労働同一賃金やるって言ってたんですよ。でも同一労働同一賃金やめてしまうとか派遣をやめさせるってなると、やっぱ大企業からの献金なくなるし、派遣業の会社とか潰れるじゃないですかっていうお金で動いている権力構造というのを敵に回してしまうと、じゃあ石破更迭して別のやつ総裁にした方がいいよってなっちゃうので、そこを一切言わずに、いやもう言われた通り頑張るっす、もう派遣大事っす、同一労働同一賃金とかマジどうでもいいっす、杉田水脈とか大事っすみたいなので公認するっすみたいな感じで、多分ね裏側的にも公認するっすみたいな感じで、もう言われた通りにやるっていうのをやり続けて、で自民党が弱くなって自民党自体が解体に追い込まれて再生するという方が長期的に日本にとって良いのではないかなっていうのがなきにしもあらずなんかね、
僕騙されやすいって言ったじゃないですか。石破さんがそこまでやっぱりその総理になるために嘘をついてたと思えないんですよね。これ僕完全に騙されてるかもしれないですけど、でも本当に日本を良くしたいというふうに思っているのではないかなという気が、僕の感想なんで騙されてるだけかもしれないですけど、と思ってしまったんですよ。そうそう、僕ね、騙されやすいんですよ。もしひろゆきさんが総理になったとして、とりあえずこの人を任命しておけば日本が面白くなるみたいな感じで、幹事長、外相、財務省、文科省、厚労省のボスを誰を置きました。党派は度外視考えておしてください。これあんまり意味ないです。誰を置くかじゃなくて、これを実現した方がいいよねっていう時に、僕の思い通りに動く人が置けるかどうかのが大事なんですよ。トランプ大統領って関税上げるぜとか USAID 潰すぜとか結構いろいろやらかしてるじゃないですか。であれをやらかしてるのがいいか悪いかは別にして、なぜできるかというと、トランプ大統領の意のままに動く人が下にいるので、トランプ大統領の言いなりで動かしてるんですよ。誰か別の人に任せるというのは、そのトップの人の意向が通じない場合があるんですよね。幹事長に河野太郎さんにお願いしましたってなったとして、河野太郎さんがいやそういうのやりたくねっすとか言われたらできないじゃないですか。なのでこういう政策を実現するんだという強い意志があるのであれば、イエスマンで固めた方が早く進むんですよ。これって会社はそうなんですよ。イエスマンを置くべきじゃないよねっていう綺麗事というのは世の中にあるんですけど、基本的に成長している、うまくいっている会社はほぼイエスマンで固めてます。イエスマンで固めてないときは、それは単純にイエスマンではなく、例えばじゃあ孫正義さんの周りがイエスマンしかいないのかっていうので、孫さんの言ってるこれは間違ってますよというのをデータを出して説得できる人がいる。でも基本的にはイエスマンなんですよ。俺の信念だからこれをやりたくないよねっていう人は置かないんですよ。例えばじゃあ USAID 的なものを潰したいってトランプ大統領が言ったとして、でも俺はガテマラの同性愛者にお金を出すべきだと思うからトランプ大統領の指示には従いませんっていうのは、それはそれで僕正義だと思うんですよ、その人のね。でその人の正義を実現するためにトランプ大統領に従わないっていうのは、それはその人にとっては根拠もあるし、それがいいと思ってる正義感もある。それはわかる。でもトランプ大統領の政策を実現するのにおいてはどうするべきかっていうと、そこはイエスマンにすべきなんですよ。もう一つあるパターンっていうのは、ガテマラの同性愛者にアメリカ人の税金を使うと、ガテマラの人たちがアメリカ製品をめちゃくちゃ買ってくれますと。1万ドルをガテマラの同性愛者の人に払うと、なんとアメリカの商品2万ドル買ってくれます。これは投資した額以上の収益があるから、これは止めないでお金を払った方がいいですよって言って、トランプ大統領に進言をするっていうタイプのイエスマンはありなんですよ。あなたのやりたいことは分かりました。でもあなたがやりたいことはアメリカの利益が増えることですよね。なのでこれは実はお金を払った方がアメリカの利益が増えるんですよっていう説得力ができる人っていうのが多分孫さんの周りにいるイエスマンで、俺の信念とか俺の信じることとかっていうところでいくっていうのではないです。なんで政治家を置くのが良くないのかっていうと、すげえ優秀なんだけど選択的夫婦別姓というのを反対しますと言って選挙に出て受かってる人がいて、その選択的夫婦別姓は厚生労働省かな。でその人が超優秀だから厚生労働省の大臣にしたとして、僕が選択的夫婦別姓を進めてくださいって言っても、その人はそれを進めてしまうと次の選挙で落ちるんですよ。支持を受けて政治家というのが維持されるので、上の人が自分の今までの支持者の望んでいることと違うことをやってしまったら選挙に落ちちゃうんですよ。ひろゆきが選択的夫婦別姓やれって言ったとしても、これをやってしまうと俺は次の選挙で落ちてしまうから、これは受けられないよね。なのでできませんって言って反対するってなっちゃうんですよ。そうすると結局その政治家というコントロール不能な人というのを置いてしまうと、結果としてこの政策をやりたいのでっていうのが実現できなくなるんですよ。その政治家の支持者にコントロールされちゃうんですよね。大統領制のような形の方が物事がうまくいくっていうのがあるので、なのでこういう内閣を作ったらうまくいくよねみたいな理想論っていうのは僕はあんまり意味がないと思ってて、この政策をやるっていうのでイエスマンを置きますっていうぐらいの人の方が多分政策というのは実現できるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。